ガクトさんです。どうぞ。改めましてガクトさんでございます。888で埋めてください。ありがとうございます。さあ、ものすごいテンションに今なっておりますけれども、コメントも、観覧の方もありますけれども、ここで自己紹介を、この GoPro というカメラがあるんでございますけれども、これで自撮りをしていただきながら、やめときますもしよろしければこの GoPro を持っていただいたりして、はい、こんにちは。北海道から来ました。あれガクトドス、43歳です。今年43歳になります。そんなわけで、短い時間ですがお付き合いください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もうコメントの方もですね、荒ぶって、テレビちゃんもちょっと荒ぶっちゃったね。これで固定できるかな。はい、こんな感じでございまして、さあ、もう世界中からコメントがたくさん寄せられておりますし、観覧の方もたくさんお集まりいただいておりますので、ね、寒いのにね、もうみんなすぐ帰ろうね。寒いですけども、ただ皆さんものすごい笑顔でございますね。さっきまで私がいた時の笑顔全くなかったもんね。びっくりしましたけれども、そしてガクトさんご覧ください。ニコ生でございますので、コメントがもうたくさんいただいておりますので、せっかくですからニコ生をご覧の皆さんにも何か話しかけていただけますとすぐ返事きますので、よろしくお願いいたします。こんにちは。はい、皆さん一言一句間違えずに挨拶書いてくださいよ。こにゃにゃちはですよ。はい、書いてください。こにゃにゃちは。ありがとうございます。こにゃにゃちはこにゃにゃちは。いっぱい来ましたね。こにゃにゃちは、こにゃにゃちは来ております。こにゃにゃちは、こにゃにゃちは来ております。ありがとうございます。文字にするともう狂ってるね。そうですね。でもまあ皆さんにこれで一致団結した感がありましたから、今後挨拶はこれに変えていきましょうね。ニコビジュも、はい、こんばんにありますけど、こにゃにゃちはに今後変えていこうかなと思いますけれども、せっかくですからちょっともう一言ぐらい何か話しかけていただきまして。もうね、ですね、睡眠不足ですよ。ほうなので、はい、今日はねちょっと頭がぼーっとしてるからね、はい、何言うか分かんないよ。逆に楽しみですよ。それは何言うか分からない生放送ですけれども、ダメなところはカットしてください。できるかな、やってくださいよ。これガクトさんがそうおっしゃってるんですから、もうなんかあらゆる手を、もうなんかそのガラス窓割るぐらいの勢いで、もう何もなかったようなことにしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、すみません。さあ、それではでございますけれども、もう早速最初のコーナーに行ってみたいと思います。最初のコーナーはこちらです。近況&ツアーの話でございます。こちらはですね、ガクトさんにいろいろ伺っていこうと思いますけれども、まずは皆さん気になっている近況ということでございますけれども、今月5日にですね、千葉の高校で、恒例となりました卒業式ライブされましたけれど、こちらニコ生でもね密着をさせていただいたわけでございますけれども、はい、ガクトさん、今年は卒業式ライブいかがだったでございますか？もうね、いい卒業式だったね、非常にね。で、なんだろうね、父兄のね、はい、方たちがね、僕が入る直前に体育館から出てきたんだよね、何人かが。はい、で何人かがポッて出てきて、僕とパッてすれ違ったんだよ。そしてバーってこう一回僕を一回スーって目で送った後に、中にバーッと入ってて、まずいでまずいお父さんいたんだろうね、は
お父さん、奥さん、お母さんだったんだけど、お父さんが横にいたんだよね、お父さんに「お父さんガクトよ!」っていやいやサプライズのやつだから、ねえまあまあで聞こえてきたんだよ、で僕はまずいなと思ったんだよ、まずいですよ、まずいなって僕は思ったわけ。その時、これまずい、これはちょっと騒ぎに、せっかくねサプライズなのに、騒ぎになるかもって一瞬間的に思ったわけ、そしたらさ、そのお父さんのコメントがよくてね「お前どうしたんだ?」ってねまさかねまさかいらっしゃるとは思わないからよかった、お父さんのその感じで大丈夫になりましたもんね。お父さんの冷めた声何があったんだお前。なるほど、そこでお父さんのテンション上がっちゃったらもうバレバレになってしまいますからね。それまさにお父さんグッドジョブという感じかなと。まあね、でもあの後に入ってってねっていう、いつもそうなんだけど卒業式に行ってで生徒はもちろんね興奮するのは分かるんだけど、一番誰が興奮するかっていうとお父さんなんだよね。お父さんなんですか？もうね凄まじい勢いで前に走ってくるお父さんがいてね生徒押しのけて、もうねあれはちょっとねびっくりするよステージの上から見てるのね、生徒の子たちが興奮するのはそれはしょうがないじゃん、もちろんそうだし、もちろん喜んでくれるのは嬉しいし、お父さんが一番前にいるのを最前でそれを見つけた、息子どんな思いなんですかねその息子はねあれ親父関係性は本当面白いよねそういったねところも見られたということでございますけれども、ニコ生見た、方もねいらっしゃいまして、感想も書いていただいておりますし、だからもしかしたらこの実際に卒業式ライブをその会場で聞いたね卒業生の皆さんとかね父兄の皆様もいらっしゃいます？もしその方いらっしゃいましたらね、これまでのでもいいですけどもね、いらっしゃいましたらコメントなんかもね書いていただければなと、毎年行って思うんだけどね、やっぱり行ってよかったなっていつも思うんだよね。いや本当にだって僕とかもう高校の卒業式とかもう全く記憶ゼロなんですよ。だけどそのGACKTさんが来られたということで、その時の、仲間のこともそうですし、その時思ってた夢とかも一生忘れられない、思い出せるじゃないですか。それってすごいなと思って、全くゼロですからね出たかなぐらいの記憶になってるので、こう言っちゃなんだけど、ほら僕もさ自分がさこれを始めたのは10年前なわけ、で10年前ってことは32じゃん。でこれを気がついたらさ42になってんだよ、僕は。ってことはその体育館にいるお父さんが僕みんな後輩なんだよ、ほとんど。そうか、みんな先輩に見えんだよもう顔が怖くてお父様たちのそうすごい勢いだからねみんなその最前に走ってきたお父さん見てないかな今観覧に来てないかなその方ねことでございますけど、でも今実際にその会場で見ましたよって方もいましたね。挙手でカタカナののありましたので、家族みんなでファンですという方もいらっしゃいましたし、いたら手を挙げて、観覧の人でいらっしゃいます？もしや、観覧の人はさすがにねいらっしゃらないかというところでございますけど、奇跡だよね。そうですね。はい、ということでコメントもたくさん来ておりました。はい、ということでね、卒業された方本当おめでとうございますというところでございますけれども。そうだ、僕言われたんだ。そういや今回の高校の、今回行った高校に、たまたま僕の友達の娘さんがいたんだよ。生徒で行ったんですか？そう、うちのかみさんが言ってたって。そう奇跡じゃないですか。ものすごくそうびっくりしてGACKTさんのね周りには奇跡がいろいろね起きるんではないかなということでございますけれども、そういうことがね今後もね起きうると思いますので、楽しみにしていただいて、さあそしてやはり皆さんが、近況といいますかね、一番気になってるのは今週土曜日からいよいよ19日からですね、この
ツアーがスタートするわけでございます。これだから皆さん、もう今度の土曜日からですから、今の気持ちもワクワクドキドキでもういっぱいだと思いますけども、せっかくの機会でございますので、話せる範囲でね、いろいろ伺いたいなと思いますけれども。ですね、本番が19日じゃないですか、はい、でですね、99% と言っていいほど、はい、間に合ってません。もうね土曜日ですよね。何日あと計算ちょっとあるいやめっちゃ笑ってありますけど、もうね、これどうすんの、これ本当にいや逆にどうしましょう。いやちょっとね、4日ぐらい遅らせていいですかこれね、ちょっと大変ですよ。でも言ってもやっぱりもう加藤さんの見てるとこ多分レベルがすごい高いところだから。いやこんなに忙しいのに、昨日 PV の撮影だったからね今だからリハーサルを詰めなきゃいけない時に、そうこんなクソ忙しい時にPV の撮影ってと思って。だってすごい時間かかりますよね、 PV の撮影っていうものは。今日の朝5時までやってたからね。しかもその後にこのニコニコ生放送が入ってしまって、そうこのクソ忙しい時に僕ここで何やってるの申し訳ございません。本当ですよね。本当に。しかもだから今日も1時間ちょっとあるわけですからね。申し訳ございません。そうだよ、もうね、僕ね、あれなんだよ、前回ね、義経秘伝っていうね、舞台をねやったんだよ、義経秘伝第2章っていう舞台を、ムーンサーガの、それね、初日ね、明治座だったんだよ。もうね、びっくりした。僕全然気づいてなくて、僕は、時間を気づいていない。僕が、ゲネプロって言ってさ、実際のステージを使って本番通りのことやるんだけど、あまりにも演出転換がうまくできてなくて、違うだろそれとかって、そんなんじゃダメだろって、もっとこうやるんだよって説明しながらやってたわけで、みんなにもう本当にさってしっかりやんないと開演間に合わないよって言ったのがすでに3時間経ってたんだよってことは相当押して始まったということですね。びっくりしちゃってね。びっくりもう時間が分かんなくなっちゃってたんですもんね。そうだから僕の後ろに、なんかね、すごい大人がいっぱい立ってたんだよ言い出せなかったのかな、もう開演ですよみたいな。すごいいっぱい大人が立ってね、スーツを着た、でもうね、僕ね、いつもこう集中してるわけ、ステージに。それは違うよとか、それじゃダメなんだよとかって言ってて、でも後ろの人たちがすっごい立ってるから、このおじさん誰ってずっと思ってたんだよもういろんな関係各所の偉い人が集まって言わなきゃって。そしたら明治座の人が全員立ってたみたいでなるほど、確かにその時は話しかけられないですもんね。で、最初ね、明治座の人がね、すっごい怒ってたんだって。何時になるんだって言って、すっごい怒ってたんだって、後から聞いた話だよ、申し訳ないなと思って、で終わった後に謝りに行こうと思って、迷惑かけちゃったから、で謝りに行ったんだよ。そしたらね、明治座の人ね、ものすごいニコニコしてて、すっごいなんか怒ってる空気何もないわけ、でどうしたんですかって聞いたら、いやー今回ね、ガクトさんうち明治座も歴史長いんですけどって、3時間押したの初めてですよ。ちょっと待ってください、3時間押したんですね。3時間押したんだよね。押してから開演したから、3時間半かな正確には。そう、3時間半押したの初めてですよって、本当にだって笑いながら言ってるの。ですいませんと言って、全然気がつかなくてって、言ってくださいよって言ったんだよね後ろに立ってるんだったら言えなかったんですけどね。そしたら、いやでもね、もうね、うちのね、いつもね、外に出てる物販、あるでしょ、物販コーナーあるじゃない、お菓子とか売ってるじゃない、売り切れでね
それで笑顔だったんですか。それで笑顔だったんですか。明治座始まって以来全ての物販コーナーの商品がほらよく食べ物売ってるじゃん。売ってますね。おかきとかせんべいとか売ってるじゃん、いっぱい売ってますね。そういうのあるじゃない、はい、全部売り切れでねなるほど、それで笑顔だったんですね。こんなのはね初めてでねっつってねなるほどなるほど、そういうことがメリットというかね、そういうのもあったわけですね、そちらでね。みんな会場の中で待ってた。なるほどなるほど。そうですかって、いや本当すいませんでしたって言ったら、いやでもお相撲もあれですね、意外と悪くないですね考え方変わっちゃったもん明治座の人のなるほどね。でもね、その待ってる方ももうじらされての始まりで、またさらに感動も、ね、大きくなってるパターンも、ね、ありますからね。はい。